こういった高さ調整組み合わせていただいて、より思い通りの建築ができるようにですね、何かの役に立てば嬉しいです。はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はアーク建築チュートリアルといたしまして、いろいろ高さを変えてみようという形でご紹介していこうかと思います。なんぞやっていう話になってくると思うんですが、アーク建築していく上で、やはりいろいろ段差っていうのが出てきてしまって、そこの調整をしていく上で、高さ調整っていうのが必要になってきます。土台であったり、天井であったり、その他のものであったりっていうところがあるんですが、手段としてもいろんな方法であったり、組み合わせであったりっていうのがあるんですけども、全部というわけにはいかないんですが、思いついた範囲でですね、ご紹介していこうかと思います。割と内容物であったり、エレベーターとかね、配管とかが全部同じ尺度でできてないので、結構いろいろですね、高さが合わなかったりとか出てきたり、もちろん地形も平らなわけではないので、そこに合わせて土台上げであったり、土台下げであったり、いろんな建築をしていく上で、やはり高さ調整っていうのが重要になってくるかと思いますので、そういう面でですね、こういった高さ調整組み合わせていただいて、より思い通りの建築ができるようにですね、何かの役に立てば嬉しいです。今回ですね、ちょっと趣向を変えまして、前半というほどではないと思うんですが、まずはいろいろ高さを調整したものをですね、後ろに並べておりますので、まずはそちらのご紹介、出題編として前半ですね、お送りさせていただいて、簡単なものからちょっと工夫がいるものであったりとか、いろいろご用意しておりますので、一度考えていただいてですね、もちろん初心者に関しては、その上でまた後半ですね、回答編として実際その高さ調整ご紹介していきますので、楽しみながら見ていただければと思います。普段ですね、こういった形でトラップであったり、建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどをお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか、面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方でもですね、いろいろ速報的な情報であったりですね、ちょっとした情報みたいなものとかはいろいろ共有しておりますので、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。では本編どうぞ。出題編ではですね、実際にご紹介していきます。まずは出題編といたしまして、一応この黒に塗っているものが通常に置いた土台の高さになってます。あと天井とかもですね、それぞれ色を塗ってないものに関しては、それぞれ変更をかけたものになってます。では順番に見ていきますね。一応この辺に関してはですね、基本的な部分ですね。ちょっと重ねた方が段差がわかりやすいと思ってこんな感じになってます。1、2、3。次に、これちょっと難しいかもしれないんですが、あと分かりづらいかもしれないんですが、少しだけ高さが下がっているというものになってます。これ4ですね。で、次、土台が上がっていくタイプですね。5、6、7。これはもう問題じゃないんですけど、8ですね。今度は天井、柱天井で上がっていくものですね。これが9、10。1枚分高くなったような感じですね。ちょっと下がった11。これは以前ご紹介してるんですが、土台に貼った天井ですね。通常この高さになるんですけども、土台からちょっと高くなった感じのものと、ちょっと下がったタイプのもの。こっちが12で13。14として、柵土台ですね。通常がこの下、一応色塗ったんですけど、柵土台色がつかないんで、わかりづらいですが、下の段が通常貼った場合の柵土台。それを半マス分ぐらいちょっと上に上げたようなものになってます。電線ですね。これが15問目ですね。下の方が通常、普通に貼った場合の電線の高さ。少し高くなっているのが、
高さ調整した高さですね。電線の高さ調整はいろいろ手段があるのと、土台下げとかですね、いろいろ使ってする部分もあるんですが、ちょっと別の手法を使った形でご紹介させていただきます。ということで、以上15問ですね。基本的なところから少しいろいろしたパターンまでですね、15問ご用意しております。15問というか、これだけもう答え出てるんですけど、繋がってるんでどうしようもないんで、このまま置いてます。ではですね、一旦ですね、動画とか止めていただいて考えていただくもよし、このまま回答に進んでいただくもよし、試しいただければと思います。ちなみに、平らなところですね、オーシャンプラットフォーム使っていただければ平らなのでご活用いただければと思います。もちろん地形あればそこでもいいんですが、では、シンキングタイム。回答編。ではですね、回答編となります。順番にご紹介していきますね。この辺はですね、基本的なところではあるんですけども、まずは土台ですね。基本の土台を置いたとして、1に関しては真ん中に柱を置きます。土台に対してですね。この状態でスナップポイントが2つ出ます。スナップポイントとか切り替えに関しては、一応先日挙げました超基本12選の方でですね、詳しくご紹介しておりますので、もしわからないよっていう方は、よければそちらご覧ください。現状スナップポイントが2つ生まれてまして、この下の方ですね。一応パソコンだったらQボタンですね。あと、プレイステーションだったら R1 ボタンですかね。で、切り替えができます。結構今回使うと思うので、覚えておいてください。この状態ですね。これが1問目の部分ですね。これと同じ状態の高さになります。どんどんいきますね。次に2番目が、まず向きに関してですね。この向きに置いていただいた場合、ここに柱がスナップしておけます。こっちは置けないです。向きの部分はあるんですけど、端っこの真ん中に1個、これも2つあるんで、下の方に置いていただきます。この2段階の使い方でまた高さ微調整できるので、こういったところも使っていただければと思います。これに対してさらに1段下げた状態で、ここですね、高さが変わってます。こういう感じですね。これで高さが違う状態になってます。こうすると一応高さ確認が取れます。で、この状態で、この真ん中に置いたやつにスナップして置いていただくと、この2段下げた高さになります。もちろんつなげて、下ろしていってもいいんですが、こういった置き方をすると、小スペースで下ろすことができます。この形ですね。いかだの埋め込みとかによく使う手法ですね。では、3つ目。さっきと似たようなものではあるんですが、真ん中にまず1個置きます。ちなみに真ん中に関しては、ポイント1個なんで、高さないんで、気にせず置いてください。で、次に、こっちの端っこに下げた状態で置く。できれば、これ真ん中拾った方が次の3つ目ですね、置きやすくなります。うまくいかないと、こっちにスナップする高さが生まれてしまったりするんで、外していただいた方が置きやすいです。慣れれば結構置けたりするんですけど、結構距離と向きによって変わってきます。これでここに置くと。これはこの2個目の高さに合ってるんでね。で、こうする。これで3段下げた状態。3つ目の高さになってます。次4つ目。これですね。微妙に高さが落ちてるものですね。高さずれとかですね。そういったところで合わせるときに使っていただければと思います。後から出てくる天井との高さ調整とかでも使えます。これに関しては、まず天井を張ります。一応壊すやつ木で、残すやつ金属で作ります。天井を張って、ここに柱ですね。で、ここもスナップポイントが2つあるんですね。高いのと低いのと。これの低い方で設置します。これで柱にスナップしておくと。この段階ですでに天井をですね、土台にくっついて天井を置いてるんですが、こっちちょっと低くなってると。隙間が空いてる状態になってますね。で、こうすると高さ的にはこれとこれ。通常の高さと、さっきの柱の高さですね。スナップが柱に連携してるんで、天井で柱の高さを変えたので、この微妙な高さの違いが生まれるというものになります。こういう感じですね。では次、土台上げていきますね。5つ目ですね。5、6、7と続けていきます。では、まず、
土台に柱を立てます。で、天井を張りますね。それを横に1個伸ばします。分かりやすいように上から見ますね。で、ここに柱を張るんですが、スナップポイントがいくつか出てきます。本来であれば、この真ん中、突き抜けたものと頭が出るタイプのものあるんですが、実はですね、この低いバージョンと高いバージョン、いっぱい出てるやつとちょっと出てるパターンと2つ実はあるんですね。この向きによって変わります。これは Q ボタンでは切り替わらないので、向いてる向きですね。2つポイントがあるので、このいっぱい出てる方を置きます。もちろんいっぱい出てない方で置いたら、それはそれで高さ変わってきます。で、これで土台を置くという形ですね。これで5つ目の高さになってます。次ですね、6つ目に関しては、この土台の横向きに柱を置きます。実はですね、この貫通させてるのと高さが違うんですね。横にスナップさせた場合の高さ。なので、この状態で天井を張って、これにさっきと一緒ですね。頭出た状態。この状態ですね。で、設置。で、これに土台をスナップさせる。これが、ここでは一番高いタイプですね。6つ目の形になります。次に、土台に壁を張ります。これに対して天井ですね。この天井に対してさっきと一緒ですね。頭出した分で置いて、これにスナップして土台を置く。これが7つ目の高さになってます。こことこれの高さもこれだけ高さの違いがあるので、微妙な高さの違いですね。が生まれます。ここを起点に置いていくかで、この微妙な高さの違いが生まれてきます。ここからは天井の高さになります。8個目ですね。で、これは、出題というか、つながり的にそのままになってるんですが、一応やりますね。土台に対して柱を置いて、1個下げた状態ですね。柱どけて、壁ですね。1段下げた方につけるものと、通常の方につけるもの。当然高さが、こっちとこっち高さが変わってくるというものになってます。ちなみにこれ拾っても壊れません。次、ここの通目。これですね。この天井に天井をつけます。柱を、さっきと一緒ですね。出るパターンでつけて、ここに天井を張ります。で、この場合ですね、柱を残すので、下の柱張り替えていただいて、で、ここの天井は壊すと。こんな感じですね。もしくは最初の柱を置く段階で使う柱を置いていただいてもいいです。スナップポイント上につくのが出てくるんで、張り替えが結構大変です。もちろんこれ壊すと壊れるんでね、柱張らないとこの高さは維持できません。次10個目ですね。少し高くなったパターンですね。これはつながっているパターンになってます。三角天井をここに貼ります。次に壁を Q ボタンで切り替えていくと3つスナップポイントが実はあるんですね。こっち向きと三角天井に下につくのと上につくの。上側ももちろんあるんですけど、下につくタイプで3つあります。これの一番上に来るパターンですね。三角天井で上の段に来る。これで置いていただいて、この今置いた壁にスナップする形で天井を置くという形でこの高さができます。もちろん木の壁と三角天井は壊しても壊れません。これ通常の天井と三角天井で高さが違うので、この違いが生まれます。あとスナップポイントも違ってくるので、今3つありましたね。その点でこの高さの違いが生まれてきます。次11個目ですね。この高さに関してなんですが、ここに関しては両扉枠をこの天井の下につけていただきます。で、これに対して天井を張ると。これで一段下がった形ですね。で、天井を張ることができます。こんな感じですね。もちろん、これはなくても壊れません。これ一応ですね、普通の壁だとこの高さ生まれないんですね。なので、この場合、両扉枠で下に下ろすことによって、この高さの違いが生まれます。つくところが違うんですね。ここが柱天井の高さ変更ですね。次に12、13っていうところなんですが、ここは一応ですね、以前天井編だったかな。
で一度ご紹介しているんですが、土台に対して天井、通常は高さが違うので、こういった感じで高さの違いが生まれます。これを極力減らす引き方ですね。2つありまして、まずこっちを12番にしたかな。12個目に関しては階段を土台につけていただきます。で、階段に関しては上と下とつく場所が2箇所出てくるので、これで高さ変わってきます。で、今回は上の段ですね。この階段に対して先に1個伸ばすと。で、この形なんでちょっと土台より下に空きがないとこの置き方はできません。で、壁を置いていただいて、その壁に天井を貼ると。で、その天井にスナップさせておくという形ですね。で、この高さが生まれます。もちろん木の階段を壊すと。この形でこの高さの天井が作れます。13個目に関しては、この土台に1個柱を置いて、土台を1個下げます。ここに天井を置いてスナップさせると。この形で1段ですね。当然ながら土台1段分下げた状態で天井が置けるので、1段上がっている天井がいい面になるという形ですね。これが12、13ですね。続いて14個目、柵土台ですね。通常この高さを1段上げるっていうところですね。これで木のテーブルを置いていただいて、柵土台をスナップさせて置くことができます。こんな感じですね。もちろん木のテーブルとっても柵土台は残ります。これ何に使うかっていうと、甘さ上げたい場合ですね、などに使います。詳しい使い方はまた今度ですね、別の機会にご紹介させていただきます。続いてこちらですね、電線に関してなんですが、15個目ですね。通常電線ですね。そのまま下でもいいので、このまま置きますね。こういった形で1個上ぐらいに設置されるような形ですね。石なら埋まるような感じですよね。ここであればこのままスナップしておけば下に埋め込むこともできるんですけど、電線ですね。通常であればこのような形になりますし、場所によって高さ調整って結構いろいろ必要になったりするものでもあるんですが、ここに関しては一つの手段ですが、ここに置きますね。この再延焼ですね。別に台とかでもいいです。この再延焼の上に電線を置くこともできます。再延焼を壊したらこの浮いた状態が生まれるというものですね。例えばこう見ていただいた通り、天井の高さと土台の高さで違ったりするので、土台で置いてそのまま伸ばせば天井に埋まるし、天井の上を沿わしたい場合とかであればこの形でちょうど1段分上げることができます。あとは上とかですね、垂直とかでも1マスではないので高さ調整をするときに便利です。もう一個便利な使い方あるんですけど、それはまた後日ですね、ご案内させていただきます。電線関係いろいろちょっと高さ調整とかでいろいろできることあるので、逆にまた電線目立たないように配置する上でもやはりこの高さ調整ですね、結構いろいろ使う部分が出てくるので、他の手法も合わせて後日ご紹介させていただきます。電線に関してもそうですし、水道管とかもそうですね。こういった形で、高さを変えていくという手段はあります。ちなみに再延焼ですね。柵土台の場合は障害物として扱われます。なので使うことができません。あと再延台に関しては重ねておけるので、この再延の高さずつ高さを上げていくことはできます。うまいことですね。多分一番それが楽な高さ調整かと思います。もともと電線はですね、普通に設置さえすれば下の土台壊しても1個ずつ残るものになっているので、電線と水道管に関してはですね。なので高さだけ調整してしまえば、あとは自由に下壊しても問題がない建材になっているので、そんな感じですね。詳しくは後日これはこれでご紹介させていただきます。ではいかがでしたでしょうか。今回はですね、アーク建築チュートリアルといたしまして、いろんな高さ調整についてご紹介させていただきました。結構ですね、出題編で考えている方もいらっしゃると思うので、極力説明の方も端的に早めにね、淡々とご紹介させていただきました。またちょっとよくわからないよっていうところがあればコメントいただければ
ばご回答させていただきますので、お気軽にご質問ください。今回ご紹介した高さ調整に関しては、基本的というほどではないんですけども、一部の部分ではありますし、さっきのですね、階段を下ろして壁で上げてみたいな組み合わせでまた高さ調整するものっていうのも多々あるので、そこも含めていろいろですね、試していただければと思います。今回のものは一部ではあるんですが、何かのヒントであったり、何かの手助けになれば嬉しいです。実際ですね、この調整をした上でですね、活用的な部分っていうのもいくつかありますので、高さ調整でいろいろコンパクトに重ねておいたりとかですね、あと電気の方に関してはさっき言った電線ですねを目立たないようにしたり、いろいろ活用できる部分があるので、電気は電気でですね、また別でご紹介させていただこうかと思っておりますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。では本日は以上となります。普段ですね、こういった形でトラップであったり建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどをお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方でもですね、いろいろ速報的な情報であったりですね、ちょっとした情報みたいなものとかはいろいろ共有しておりますので、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。